ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍によるウクライナ首都攻略が失敗しました。この失敗していることをいかにロシアが隠蔽しているかについて今回は解説するとともに、現状の軍事的な戦況とこれに連動している外交交渉についての解説を行っていこうと思います。現在ロシアとウクライナとの間には停戦交渉が行われています。しかし、ウクライナ領内にロシア軍が大量にいる状態ですから、基本的にはロシア軍が望んでいる条件というものをウクライナ側にどれだけ飲ませるかといったかなり一方的な外交交渉であり、基本的にはこの交渉がうまくいくわけがありません。ただし、交渉そのものについては続けていかない限りにおいては窓口がないわけですから、交渉そのものはやらざるを得ない状態です。そういったわけでウクライナ側にとってはかなり辛い状況というものが今後も続くことが考えられるわけですが、しかし戦局の今後の展開によって外交交渉がウクライナ側にとっても望ましい条件で合意できる可能性というのは今後発生するのです。そういったわけで軍事的な戦況がどうなっているのか、そして今後どうなっていこうとしているのかについて注目することは非常に重要だと私は思っています。というわけでまずは現状の把握からしていきましょう。現状を理解するために北部戦線、東部戦線、南部戦線と少し話を3つに分けていきます。北部戦線においては首都攻略戦といったものがロシア軍の目指していた第一目標だったわけですが、そのことについてはもはや話にもせず、首都周辺における地域で軍事作戦を縮小することをロシア側は発表しています。ただし、これに伴った兵士の撤退といったものはあくまでも一部に過ぎません。一部の部隊はベラルーシへと一旦後退していることが報じられています。じゃあ一部以外はどうなのかといえば、基本的には戦線をある程度下げたとしても、そこで防御陣地を築いて未だに攻撃を繰り返して一般市民に対する無差別攻撃を慢性化させています。そして東部地域においてはロシア国防省は今後は東部戦線に力を入れていくぞとわざわざ表明を行っています。この表明というのは実際のところロシア軍の大きな方針を示しているとみられます。ウクライナの首都攻略を諦めて、その代わりとして東部戦線で占領地域を拡大することを第一目標に変更したのでしょう。そして最後に南部戦線。南部戦線においては東西へとその占領地域を広げていく目的があったわけですが、東へ進む部隊についてはマリウポリの陥落がもうすぐ見えるような状況になっており、ロシア軍の進軍がなかなか止まらない状況です。一方において西に進む部隊においてはオデッサを目指していたわけですが、この攻略は完全に途中で食い止められて、現在ではウクライナ軍の反攻作戦といったものが見られます。ミコラウ周辺におけるロシア軍はもはや駆逐されたと見られており、現在はヘルソン州における戦闘が激化している状況です。この辺りについての戦況予測についてはすでに以前の動画で解説しているので、まだ見ていない方はぜひともご覧ください。全体を総括して評価するならば、ロシア軍は攻勢限界点に達し、現在では守勢に回っています。しかし、守勢に回ったからには、どこに戦力を配置し直すかという時期に差し掛かっており、これに対してウクライナがどれだけ反攻作戦をうまくできるかという話へと移行しつつあります。まず第一に、ロシア軍は首都攻略を諦めて、この地域における軍事作戦を縮小すると発表しています。その理由としては、現在行われている停戦交渉において、ウクライナ側とのある程度の信頼関係を築くためだという話もされています。それと同時に出ているのが、首都攻略はあくまでも、ウクライナ軍の主力をある程度引きつけるための陽動に過ぎなかったという話なども出ています。ただし、これらの様々な話というのは、ほとんどが自分たちの失敗を覆い隠すための単なる言い訳に過ぎません。なぜならば、ロシア軍は本気で首都攻略を考えていたことは明らかだからです。本格的な侵攻が始まった時に、一体何が行われていたかといえば、それは首都周辺の空港に対する空挺部隊の進出でした。この作戦がうまくいっていれば、ロシア軍の空挺部隊が首都をすぐさま占領し、それに伴ってゼレンスキー政権は崩壊していた可能性があったわけです。ただしこれはあくまでもロシア側が勝手に抱いていたウクライナ軍は全く抵抗せずに崩壊するだろうというかなり希望的観測に満ちた作戦でした。ですから現実何が起こっていたかといえば、ロシア軍の空挺部隊は一時的に空港を占拠したものの、その後ウクライナ軍の包囲殲滅攻撃にあって壊滅しました。
この件を全く忘れている人たちの中においては、今回ロシア側があくまでも陽動に過ぎなかったんだというプロパガンダを発したことに対して、そりゃそうだよね、ロシア軍は本気で首都を落とす気なんてなかったよね、なんていう風にして真に受ける人たちがいるわけですが、そもそも空挺団というのは基本的にはエリート中のエリート職業軍人たちの集まりです。決して徴兵期間中の訓練兵が空挺に選ばれることなどはありません。ですから、このようなエリート部隊を投入しているということは基本的に作戦の大きな柱だったわけです。また、首都攻略のために40キロにわたって軍列が続いている映像なども出てきているわけで、首都攻略のために投入された兵力というのがかなりのものであったこともこれまた明らかです。陽動する軍隊ではなく、あくまでも本気で落とす気だったのは見て取れます。あくまでもそれはウクライナ軍がほとんど抵抗しないんであればすぐに攻略できるという誤った戦況判断に基づく進軍でした。ですから実際のところ激しい抵抗にあってロシア軍は多くの損害を出し戦線は膠着。現在に至って首都の守りがどんどんと固まっていく状況ですから、もうこれは無理だなと引かざるを得なくなったというのが現実でしょう。ですから、そのような失敗というものがあるにもかかわらず、これを失敗だということができないために、外交交渉の一つのプレゼントとして、軍事作戦を縮小していきますよ、などということを口走っているわけです。しかし、外交交渉の場において、軍事作戦を少しでも縮小するよなんていう話をしつつも、現実問題としては、ウクライナ領内におけるロシア軍は今でも一般市民を含めた無差別攻撃というものを繰り返していますし、各地におけるウクライナ軍との交戦状態も継続中です。信頼関係を築くことなど基本的には不可能に近い状況です。そして首都攻略を諦めた部隊は徐々に引いているとは言われていますが、この引いている部隊というのも現実問題としては一部に過ぎません。それらの部隊が今後どうなっていくかといえば、今のところベラルーシ領内に移動し、そこで補給を受けて、ロシア国内の鉄道路線などを使って再配置されるだろうと言われています。どこに再配置されるかといえば、ロシアの国防大臣が東部地域に専念するという話をしていますから、ドネツク、ルガンスクといったこの辺りに機構師団を投入して占領地域を拡大しようと試みると思われます。一方で傷ついた部隊については全軍撤退というのが難しい状況ですから、ある程度引いたとしてもそこで占領地域を確保した状態で戦線を膠着させようと試みるでしょう。この辺りロシア軍としてはロシア本国からの補給線がある程度維持できるラインまで引き下がって、その状態で実質支配というものを確立しようとしているのでしょう。全面的なウクライナ領内からの撤退というのは今のところ全く見られない状況です。このようにロシア軍がウクライナの首都攻略に失敗したという状況を見て、日本国内においては、これはロシア国内でもきっとプーチン大統領の支持率が下がるに違いない。そして政権の打撃というものがあって、今後クーデターが起こるかもしれないと希望的観測を持っている方がおられますが、これらの観測は基本的に全て外れると私は思っています。なぜならば、ロシア国内においてはこのような軍事行動についてどのように報じられているかといえば、そもそも論としてロシア軍はウクライナに対して本格的な侵攻や戦争を仕掛けてはいないという報道から話は始まり、現在でもなおプーチン大統領はあくまでもドンバス地方におけるウクライナ軍からの攻撃からロシア系住民を守るための平和維持活動を行っているに過ぎないという話をしています。ドンバス地方に今後の戦力を集めていきますよという話をしているのはプーチン大統領の言ったそのような話を継続しているだけであり、決してロシア軍が首都攻略が失敗したなどという形で報道は一切しないわけです。またこれは軍事的な側面について話しているわけですが、ロシア国内においてはそのことはメインになっておらず、今報道の中心というのはウクライナ側との外交交渉の方こそ話の本題になっています。しかし外交交渉の伝えられ方というのは基本的には強いロシアが弱いウクライナに対して少しでも温情を持って条件を飲んであげるよみたいなかなり上から目線の話がされており、これまたあくまでもロシアが非常に強い立場であり、弱いウクライナがこれに従うかどうかまだまだ悩んでいるみたいだみたいな形での報道がされており、ロシア国民にとって実態と作られた情報というものの差はかなり大きいと言えるでしょう。また軍が
クーデターを起こすのではないか、そのような希望的観測も出ているわけですが、実際問題そのような軍のクーデターといったものは期待できないでしょう。なぜならば、プーチン大統領は独裁政権を非常に長い間続けてきたことにより、彼にとっては都合のいい人物というものがほとんどになっています。たとえ現場の将官が次々亡くなったからといって、じゃあいつか自分が反乱を起こしてこの戦いを終わらせようなどという気概を持つのはほとんど不可能に近いでしょう。例えば、第二次世界大戦時においてスターリンは自分の言うことを聞かない軍人たちを次々と粛清していきましたが、それによってソ連軍内部で反乱が起きてスターリンが追放されたなどという歴史線は存在しません。基本的に文句を言う人たちに対しては文句が言えないように黙らせるというのがソ連から伝わってきたロシアの伝統と言えるでしょう。そして先ほども述べたように、ロシア国内の報道というのは基本的にはプーチン大統領の主張に基づいた報道しかされないような状況になっています。ですから都合の悪い報道などをすれば、それはまさに犯罪としてロシア国内で裁かれるような状況になっています。このような状況でロシア当局の発表しか見ていないという人であれば、そうそう簡単に反戦に身を投じることもないわけです。見ている情報が全く違うからには、その国民がどのように今の状況を受け止めているかも私たちとはかなり違っていることを意識する必要があるでしょう。ですからロシア軍が苦戦しているな、ウクライナ軍が善戦しているなという状況を見て、このように戦況が悪化していけばきっとロシア国民も反戦に傾いていくだろうと考えるのは少し甘いと言えます。実際ロシア軍は今回の戦闘における死者数というものを1000人程度しかいませんよというふうに発表しています。3月上旬においては500人以下ですと言っていたものが1ヶ月経って2倍にまで膨らんだというふうにして、亡くなった人が多くなったことそれ自体は報道していますが、だからといって国民全体が動揺するほどの被害は受けていないというのがロシア側の発表です。一方においてドンバス地方を中心として占領地域が拡大している、つまりプーチン大統領の言っていることに基づいて軍事的な作戦も成功しつつあるという国内報道を続けている限りにおいては、なかなか支持率が下がらないかもしれないということは押さえておくべき情報でしょう。最後に今後の展開についてなのですが、ロシア軍は首都攻略を諦めて部隊をいくらか後方に下げました。この部隊がロシア国内において最終的に何もせずに休養に入るとは私にはとても思えません。これまで私は平坦を理由として攻勢限界点をロシア軍が迎えたという話をしましたが、逆に言えば守勢に回り戦力を再編成するということは余裕が生まれたということです。しかもロシアの国防大臣は今後は東部地域に集中するという話をしているわけですから、これまでの戦力分散から戦力集中へと切り替えるという話をしており、これに伴ってウクライナ東部における戦闘はこれまで以上に激しく、そしてウクライナにとっては厳しい戦いに変わることが考えられます。ただし、この戦局といったものを覆す一つの要因として考えられるのが、経済制裁による打撃がロシア本国の経済を揺さぶることです。こちらの方は時間がかかりますよと以前から言っていますが、実際のところ本当に時間がかかるものです。例えば国債のデフォルトについて言っても、例えば何月何日の国債の利払いについて払えませんでしたよとなったとしても、その後協議期間といったものがあるために実質的なデフォルトであっても本当のデフォルトはまだ先延ばしするといったこともあって、デフォルトするぞデフォルトするぞと言われつつも、なかなか実際のところデフォルトするには時間がかかるのです。このあたり経済制裁というのは本当に月単位そして年単位での効果といったものを狙うものであり、実際の戦局に影響するまでは非常に時間がかかるものです。それまでの間ウクライナ軍は非常に厳しい戦いを続けながら前線していると言われつつも、実際のところ戦場がウクライナ領内でずっと続くわけですから、ウクライナの市民の犠牲はどんどんと増え続けるわけです。このあたりゼレンスキー大統領がウクライナ国民の士気をどこまで維持できるかというのが今後の争点となるでしょう。以上、今回の動画はロシア軍はウクライナの首都攻略を諦め、そして失敗したことを隠すために外交交渉を理由としてこの地域における作戦縮小を表明しました。これによって軍事的な局面としては東部地域における戦いがこれから注目を浴びることとなるでしょう。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。
それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。